こら辺かな、針を出して、全部抜けちゃった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花付近のこちらの七宝つなぎの柄を刺していきます。で、今回はこちらの刺し子をどんどんしていく動画になります。付近に仕立てる動画はまた別の動画にしてあります。また、刺し子はセリアさんだとこういう十字花刺しの柄や、あとはホビーラホビーレさんの刺し子なんかもしています。付近にする動画と一緒に再生リストに入っておりますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録といいね評価もいつもありがとうございます。それでは早速刺し子していきましょう。頑張っていきまーしょい。それじゃあまずこの外枠の部分を刺していこうと思います。で、外枠はこのホビーラホビーレさんのリーフグリーンの糸を使って刺していきます。はい。じゃあ最初はこの3目先のところから始めていきます。で、裏側少し残してあげて、で、3目こう進むというか戻ったら、今度はこの端っこのところからこっちの進行方向に向かってチクチクと刺していきます。はい、じゃあ最後まで来たら一回最後まで刺してあげて、で、刺し始めと同じように3目1、2、3目また返してかぶせるように刺していきます。最初と最後のかぶせ縫い以外は全部普通の波縫いなのでそんなに難しくはないんですけど、ちょっとここの角の部分は生地が硬いので一目ずつ刺していってあげた方が一気に何目も刺していくよりかは刺しやすいかなと思います。じゃあここ3目目なんですけど、ここ3目目刺したら裏側に針を出さずに布と布の間を通ってこの少し先のところ、ここから糸を出します。なんかここ縦になっちゃってるまあいいか。はい、そしたら刺し始めと同じように少し糸を残して切ります。はい、そしたら周りが刺せたので、今度はこの七宝つなぎなので、丸が重なっている形になっているんですけど、これを丸で見るのではなくて、この1、2、3、4、4枚の花びらのお花のように捉えて、まずどっちにしようかな。紫にしようかな。紫から、この模様を刺していきます。で、これさっきのこの外枠みたいに点線ではなくて実線で書いてあるので、どうしようか。少しどれくらいの目で刺すか考えようと思います。5ぐらいにしようかな。だいたいこんな感じがいいかな。ちょっと様子を見ながら刺していこうと思います。はい、じゃあまずはこの紫の糸で刺していこうと思います。で、ちなみにこの今から刺す紫の糸はホビーラホビーレさんの濃いパープルっていう名前の糸で、こっちの外周刺している方は
リーフグリーンっていう名前の同じくホビーラホビーレさんの糸になります。じゃあここから刺し始めたいところなんですが、刺し始めなのでまずその3目先から糸を出してあげて、少しここに残した状態で波縫いをしていきます。もう一目ぐらいいけるかな。もう一目ぐらいちょっと刺したいかも。これだとなんかちょっと微妙だかな。難しいね。ちょっと待って、ちょっと一旦この書いたのを無視して真ん中あたりからここら辺かな、針を出して、全部抜けちゃった。でここから3目にしてみようかな。これくらいの方がいいかもしれない。でここ端っこまでがっつりやるよりかは少し内側、ちょっとこの線も紫だからちょっと分かりづらいんですけど、なんかこれくらいの幅が良さそうなので、ちょっとこれくらいの幅で刺していこうと思います。でここの端っこまで刺せたら、その隣ぐらいから針を出して、で今刺したところと同じところにかぶせるように刺していきます。こんな感じ。3目すごい分かりづらいけど3目こうやってかぶせて刺せたら、その後からはもう普通の波縫いでチクチクと刺していきます。でどうやって進もうかな。ここからスタートしてこうカーブしながらこう刺していっていこうかな、とりあえずと思います。もうあとは普通の波縫いなんでね、サクサクと刺していこうかなと思います。でここの重なる部分はここの中心のところに刺すんじゃなくて、そこを少し避ける形でその手前に刺して、でこの重なっている部分終わったところから出すと、多分ここら辺の重なっている部分で糸が渋滞しなくて済むかなと思います。そしたら1234566針ここ刺しているので、これ以降も同じ感じで6針になるように刺し進んでいこうと思います。なんかこっち詰まっちゃってる。等間隔って難しい。じゃあここからスタートしてうねうねっときて、ここまでついたので、今度反対方向にうねうねっと行きたいところなんですけど、今回この一つおきに色を変えていきたいので、まずここのお花をここからどうしようかな、こういって一筆書きするみたいにちょっとお花を完成させてから、こっち来て戻って、でこっちのお花も仕上げてみたいな形で、できるだけ一筆書きになるように、これを一つのお花と考えた時に一つで、一つ飛ばしてもう一つで、下の段もここが紫、ここが紫で、その次の段がここが紫、ここが紫みたいになるようにちょっと刺していこうと思います。で今これうねうねってきて、ちょっとずつ上手になってるかなっていう気がするんですけど、やっぱりねまだまだこの等間隔に刺していくのがちょっと難しいので毎回刺してはちょっとバランスを見て少し抜いてみたいなことを繰り返してやっています。
12345。あ、わかった。で、今ここにいるんですけど、そしたら次ここのお花を刺していきたいので、ここからこう来て、こう来て、こっちの花びら刺して、でこっちで、その次はまたここっていう形でどんどんお花を刺していこうと思います。なんか何回もこうチクチクしてるのに6目分をきちんと等分するのが毎回難しいかもしれない。結構刺してみてやり直したりしながら刺した方がなんかこう針を進めながらちょっとずれてたというか、あんまり等分じゃなかったら一回抜いてやり直すみたいなことを繰り返した方が綺麗になりそうな感じがします。やっぱ最後がね、どうしても詰まってきちゃうんですよね。難しいな。結構ちょっとの差でも後々かなり響いてくるので、慎重に。はい、じゃあちょっと糸が短くなってきたので、サリーは一旦ここで糸を終わりにしてまた新しく始めようと思います。最初の時と同じようにかぶせて縫っていくので、今ここ最後のところを入れたらすぐ隣から出してあげて、かぶせて刺していきます。3目ぐらいかな。3目刺して、で最後ここを入れたら裏にすぐに針を出さずに布と布の間を少し通してあげて、ちょっとねこれが難しいんですけど、で少し遠く2目ぐらい先に出して、で少し糸を残して切ってください。こんな感じで、また新しく始めるときはここで一番最初に始めた時と同じようなやり方で3目進行方向から3目先から戻るように1回刺して、でかぶせるように進行方向に進むようにしてください。はい、じゃあこんな感じで1,2,3,4つお花が刺せました。そしたら今ここに糸がいるので、一旦これは終わりにしてあげます。かぶせて、こう布と布の間を通って、そしたら一つおきに紫のお花が出てくるようにしたいので、こことここ、あとこことここのお花を刺していきます。なのでまた新しくこことここを今と同じようにお花を刺しながら行って戻って押して、でここも終わったら次こっちで行って戻ってお花を刺しながら進めていきたいと思います。はい、じゃあ紫のお花が一つおきに刺せました。はい、そしたら色を持ち替えてまた同じように刺していくんですけど、分かりやすいようにこう90度回転させてまた同じように刺していきます。サリーは次このホビーラホビーレさんのライトグリーンの糸で刺していこうかなと思います。はい、そしたら紫と同じようにお花を刺していこうと思います。
ゃあ黄緑の部分も全部刺せました。で、これで水通しをしてこの下のもともとプリントされている線を消すと思いきやちょっとこれチクチクしてる間にここの一番外側の線がなんかただの線なのがもったいないというか、ちょっと物足りなく感じてきたので、ちょっとここをアレンジしてみようかなと思います。はい、じゃあここの枠の部分を少しアレンジしたいと思います。まずはこの端っこではなくて真ん中あたりから始めていこうと思うので、そこから少し離れたところに針を入れて布と布の間を通します。で、ここの糸のちょうど真ん中あたりから針を出してきて、こっちの進行方向に進んでいこうと思うんですけど、今回この針はサリーはクロスステッチ針を使っていて、刺し子針でもいいんですけど、クロスステッチ針はここの先端の部分がそんなに尖っていないので、サリーはこっちを使っています。で、このクロスステッチ針がない方は、この今からここのすでに縫ってある部分にこうやって針を通していくんですけど、この時に普通の針とかあと刺し子針でやっちゃうと、多分こう普通の針の方向で刺していくとここの糸を割ってしまうと思うので、こっち向きじゃなくてこの頭の方からこうやって刺していくといいのかなと思います。はい、そしたらちょっと今説明しながらやってしまったんですけど、1段目はここすでに刺してあるところに対して上から下に向かって針を刺して糸を引っ張ります。そしたら次は反対側から下の方から針を出してまた抜く、これを繰り返していきます。はい、そしたらここの角のところまで来ました。そしたら一旦角のところも今下から来ているので上に通して、そしたら一旦この角の部分同じところに針を刺して一旦終わりにしようかなと思います。で、少しずらして抜けないようにずらしてもう一回刺したら、また新しくこう針を進めていこうかなと思います。ちょっとここの角の部分は自己流なので、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、何か正しい方法とかわかる方いらっしゃったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。それでは進めていきます。はい、そしたら最後のところまで来ました。そしたら今これ下から上に針が出ているので、上から下に刺してあげて、そしたらこの一番最初横に刺してたところと同じところに入れて、すぐ裏には出さずに、ここの最初横に点線だけで刺してたところと同じところに針を入れて、で裏から出さずに少し布と布の間を通してあげて、少し進んだところから針を出して、でここで糸を切ってあげて、これで終わりになります。はい、こんな感じ
はこの下のもともとプリントされている図案を水通しして消していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでプリントされてる線を消してきました。で、前回はここのなんていうの？縁の部分というか、ここが結構伸び伸びになっちゃったんですけど、今回はそんなこともなく、結構綺麗にできたんじゃないかなと思います。そしたら、ちょっと最後に裏のこの糸だけちょっと処理して完成になります。で、こういう外に出てる糸は少し引っ張りながら、根元で切ってあげる。こんな感じ。これをでちょっとチョキチョキして終わりになります。はい。じゃあ裏も処理が終わったので、これで完成です。なんか思ってるよりもこの黄緑がちょっと薄いかなっていう気はするんですけど、でも可愛く仕上がったんじゃないかなと思っています。特にここの額縁飾りっていうのかな、この外枠の部分が結構ぶどうのツタっぽくっていい感じなんじゃないかと自画自賛しておりますはい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのこういうセリアさんの刺し子とか、あとホビーラホビーレさんの刺し子の動画は概要欄に再生リストを貼ってあります。もし興味のある方はそちらもよろしくお願いします。それではまた次回の刺し子の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。